皆さんこんにちは。卓球の道具の世界って知れば知るほど本当に奥が深くて面白いですよね。たった1枚のラバーをラケットに張り替えるだけで、ボールの飛び出すスピードも回転の量も手に伝わる打球感や打球音までもがガラリと変わってしまうんですから。こんにちは。本当にその通りですね。特に現代の卓球において勝利を目指す上で絶対に切っても切り離せない存在となっているのがハイテンションラバーです。今やオリンピックや世界選手権で火花を散らす世界のトッププロ選手から、週末にクラブや体育館で汗を流す一般の愛好家の方々まで、非常に多くのプレイヤーが当たり前のようにハイテンションラバーをラケットに貼っていますよね。私を含めてラバーを買うならとりあえずハイテンションっていうくらい身近な存在になっていますよね。でも実はそのラバーの中でどんな物理現象や化学反応が起きているのかって言われると全然説明できないかも。まさにそこなんです。なぜあれほど爆発的な初速と強烈な回転が生み出されるのか、ラバーの内部で高分子レベルで何が起きているのか、そしてその技術の裏側にどんな歴史的ドラマがあったのかまで詳しくご存知の方は、卓球を何年もプレイしているベテランの方でも意外と少ないのではないでしょうか。確かに、とにかくよく跳ねてめちゃくちゃ回転がかかるすごいラバーっていう漠然としたイメージはあるんですけど、メーカーカタログの数値の裏にある科学的な仕組みまでは考えたことがなかったです。そうですよね。そこで今回はメーカーのカタログやベテランプレイヤーの方々も普段はなかなか深く教えてくれないハイテンションラバーの真実について、技術構造や物理特性、分子レベルのメカニズム、歴史的な背景、さらには市場の裏側や経済的なリアルまで含めて徹底的に解き明かしていきたいと思います。すごく楽しみです。ケンジさん、今日は専門的な物理データや科学のメカニズム、歴史的な背景もしっかり交えながら、私たちにも分かりやすいように詳しくじっくり教えてくださいね。任せてください。タマスバタフライの公式情報や特許データ、国際卓球連盟 ITTF の技術ガイドライン、さらには沢球スポーツやラリーズ、理系卓球カツオ000誌の分析といった用具専門メディアの知見など、信頼できる様々なソースをもとに、その知られざる全貌に迫っていきましょう。本格的な詳細解説に入る前に、今回のテーマの全体像というか、特に注目のポイントや驚きの発見についてダイジェストで教えてもらえますか？わかりました。今回の包括的な調査と分析で明らかになった重要な発見をいくつかピックアップしてご紹介しましょう。まず一つ目は、ハイテンションという名称の本来の立ち位置と卓球界の歴史的な構造転換についてです。実はハイテンションという言葉は、バタフライを展開する株式会社タマスの登録商標なのですが、市場全体ではグルー禁止後の高弾性ラバーの総称として定着しています。そしてその技術の本質は、かつてのスピードグルーによる外部からの科学的増幅から、ラバー内部への構造的内蔵への劇的なシフトだったんです。スピードグルー。昔の卓球で試合の直前にベンチで塗られていたあの強力な接着剤ですね。それがラバー自体の技術革新につながったんだ。その通りです。そして二つ目の発見は、高分子レベルでの物理科学的なメカニズムです。ハイテンションラバーは、ゴム分子にあらかじめ引っ張り力、つまりプレストレスをかけて固定しておくことで、ボールが当たった時のエネルギーロス、物理学でいうヒステリシスロスを最小限に抑えています。さらに2025年には特許を取得した低粒密集構造、リコシートが登場し、従来の粒の倒れ込みによる熱損失を防ぐ最新の革新が起きています。分子のあらかじめ貼られた弓のような仕組みから粒の最新形状まで、エネルギーを無駄なくボールに伝える工夫がぎっしり詰まっているんですね。さらに3つ目は、ITTF が定めるラバーの全圧 4.0 ミリ以内という厳格なルールの壁に挑むエンジニアリングです。近年はトップシートを極限まで薄くし、その分スポンジを 2.5 ミリや 2.7 ミリという極圧にする構造転換が起き、強打時の失速原因となる底付き現象を回避できるようになりました。4.0 ミリという絶対的な枠の中で、シートを薄く削ってスポンジを分厚くするっていう大逆転の発想ですね。そして最後の重要な発見は、カタログや指導論では語りにくい用具と競技のリアリティです。メーカー出荷時のファクトリーチューンとルール上のグレーゾーン問題。初心者に弾まないラバーを勧めがちな伝統的指導論の弊害。そして性能維持の寿命の短さと年間10万円を超えうるランニートコストという現実。ここからこれらのポイントを一つずつ丁寧に深掘りして解説していきますよ。知れば知るほど奥が深そうです。それじゃ、じっくり掘り下げていきましょう。まずは、ハイテンションという言葉の本来の意味や商標権の扱い、そして卓球業界全体での位置づけについて詳しく知りたいです。はい。まず明確にしておきたいのは、卓球用語としてのハイテンションは、
厳密には株式会社タマス、ブランド名バタフライが所有する登録商標だということです。これはバタフライの公式会社情報や歴史資料にもはっきりと記載されている事実です。バタフライさんの登録商標だったんですか？てっきり高弾性ラバーと同じような一般的な専門用語だと思って使っていたのでびっくりです。そう感じるのも無理はありません。卓球市場やプレイヤーの間では、製造工程でゴム分子に機械的科学的な張力を付与して反発性能を高めたラバー全体の総称としてすっかり定着していますからね。一方で、ドイツの巨大なラバー統合製造メーカーである ESN は、独自に開発したテンション技術をテンゾーと命名しています。テンゾー。ドイツ製ラバーのパッケージや卓球雑誌の広告でよく見かけるあのロゴですね。そうです。専門メディア卓球グッズ2023や各種用具レビューなどでも明らかにされていますが、ESN はこのテンゾー技術を提携するヨーロッパや日本の数多くのブランド、例えばアンドロ、ドニック、ジューラ、スティーガ、ティバー、シオム、ビクタス、日卓などに供給しているんです。メーカーによっては内蔵エネルギー型といった独自の技術故障を使うこともありますが、運動力学的な基本構造や目的は共通しています。なるほど。世界中のいろんなブランドがそれぞれの開発名や商品名でテンション技術を活用しているんですね。じゃあ、世界中のラバー市場はどんな勢力図になっているんですか？大きく分けると3大勢力ですね。一つ目がバタフライを展開するタマスのハイテンション。二つ目がドイツ ESN 連合が展開するテンゾーをはじめとする各ブランドのテンション技術。そして三つ目が放送機などの中国メーカーが推進する内蔵型粘着テンションです。現代の卓球市場はこの3つが大部分を占める構造になっています。ハイテンションラバーってどうしてここまで世界中に普及したんですか？そこには何か歴史的なきっかけや劇的な事件があったんでしょうか？まさに卓球界の歴史を揺るがす大きな出来事と世界ルール変更が背景にあります。そのキーワードがスピードグルーです。昔の卓球選手が試合の直前にベンチや控え室でラバーに塗り込んでいたあの有機溶剤の接着剤ですね。そうです。1990年代以前の卓球界ではトルエンやヘプタンなどの有機溶剤を含むスピードグルーを試合直前にスポンジへ塗るのが当たり前でした。グルーの成分がスポンジに染み込むとゴム分子が膨らむ防潤効果が起きてラバーの反発力と回転性能が劇的に跳ね上がったんです。打球音も金属音と呼ばれる高いパーンという爽快な音が鳴り響いていました。でも試合のたびに塗り直すのも大変そうですし、体育館中にツーンとする強い匂いが充満していたって聞きます。まさにそこが最大の懸念でした。有機溶剤には揮発性毒性があり、選手の健康への悪影響が強く懸念されたんです。そこで国際卓球連盟 ITTF は2008年にスピードグルーの使用を全面禁止にしました。体に危険なものを使っちゃいけないっていうのは当然のルール変更ですよね。でも急にグルーが使えなくなって選手たちは困らなかったんですか？そこで救世主となったのがハイテンション技術なんです。バタフライの公式資料開発前夜ブライスからテナジーへにもあるように、実はグルー禁止に先立つ1997年、バタフライは世界初のハイテンションラバーブライスを発売していました。2008年の全面禁止ルールよりなんと10年以上も前から準備が進んでいたんですね。そうなんです。スピードグルー時代は外部から塗布した揮発性溶剤で数時間だけ防潤させていたのに対し、ハイテンションラバーは製造段階で高分子の針に張力を固定します。持続時間も数時間から数ヶ月へとなり、VOC 揮発性有機化合物を使わないため安全性も完璧。毎回塗る量や乾燥時間で弾みが変わることもなく、工場出荷時から一定の物理特性を保持できるようになったんです。科学的増幅から構造的内蔵へのこのイノベーションが現代卓球の土台を作ったと言えます。ハイテンションラバーの仕組みについてもっと物理や科学の深いところを教えて知りたいです。普通のゴムと一体何が根本的に違うんですか？良い質問ですね。ここがハイテンション技術の最も革新的な物理学です。キーワードは分子差のプレストレスとヒステリシスロスの低減です。プレストレスにヒステリシスロス。急に難しそうな物理用語が出てきましたね。わかりやすく噛み砕いて説明しますね。普通のゴムは何も力を加えていない無負荷の状態だと、高分子ポリマーの鎖がスパゲッティのようにランダムに絡み合ったランダムコイル状をとっています。ボールが当たった時に初めてギュッと変形し、その復元力でボールを押し返します。
それが私たちが日常で目にする輪ゴムや普通のゴムの動きですね。一方、ハイテンションラバーは製造の佳境硫化工程において特殊な物理的引っ張りと化学的処置を施されています。つまり、何もボールが当たっていない無負荷の状態から、あらかじめ分子差が引っ張られた状態、つまりプレストレスがかかった状態で分子構造が固定されているんです。あらかじめ弓矢の弦を限界まで引き絞った状態で固めてあるようなイメージですか？素晴らしい例えです。まさにその通り。だからボールが衝突した時、変形してから元の形に戻るまでのスピード、専門用語で下等応答速度がめちゃくちゃ速いんです。変形から復元に移る時のエネルギー吸収と解放のタイムラグや、熱として逃げてしまうエネルギー損失、これがヒステリシスロスですが、ハイテンションゴムはこのロスが最小限に抑えられているんです。だから打った瞬間にエネルギーを失わずに、ボールが勢いよくスパーンと飛び出ていくんですね。ゴムの分子構造レネルでそんな仕組みになっていたなんて驚きです。ラバーの表面にあるトップシートにも弾みや回転の秘密があるんですか？裏側を覗くと小さなブツブツがたくさん並んでいますよね。そうですね。トップシートはボールに直接触れる平らなベース層とスポンジにくっついている円柱状の粒ピンプル層で構成されています。この粒の形状、直径や高さ、配置する間隔といった幾何学的な設計が打球時のエネルギー伝達効率や打球感を決定づける重要な物理パラメーターなんです。粒の太さや配置の間隔でそんなに性能が変わるんですか？劇的に変わります。例えば、バタフライの製品開発コードにおけるノー05系とノー64系の違いがとてもわかりやすい例ですね。テナジー05とかテナジー64の05と64ですね。あれって開発コードだったんだ。そうです。ノー05系の開発コードを持つ設計は粒が太くて高密度に密集しています。ボールが当たった時の接地面積が広くなるため、ボールを強力にグリップして凄まじい回転量を生み出すことができます。だからテナジー05は回転がすごくかかるって言われているんですね。じゃあ64系はどんな粒なんですか？ノー64系は粒が細くて間隔が広く設計されています。こうすると打球時に粒が容易に屈曲したり倒れ込んだりしてボールがラバーの奥深くまで食い込むんです。その結果、打球感がソフトになり、スピード感のあるボールが出しやすくなります。なるほど。粒を太くして密にするか、細くして間隔を空けるかで、回転重視かスピード重視かが幾何学的にコントロールされているんですね。粒の設計といえば、最近新しい革新技術が登場したって耳にしたんですけど、よく知らしていますね。2025年に登場したバタフライの新世代粒技術、リコシートですね。特許番号第74284485を取得しており、開発コードは NO303 とされています。この技術は従来の粒設計の概念を根本から覆しました。特許まで取得しているんですね。一体どんな粒構造になっているんですか？従来の粒設計とは真逆の発想で、粒の高さを従来よりも極端に低く設計し、かつルードの許すギリギリまで密集して配置する構造を採用しているんです。サバキュースポーチやラリースなどの最新用具リビューでも非常に注目されています。粒をすごく低くしてぎっしり詰める。それによって物理的にどんな効果があるんですか？ボールが衝突した時に粒が過剰に変形したり、ぐにゃりと倒れ込んだりするのを防ぐことができます。粒が倒れ込むと、そこでエネルギーが摩擦熱などに変換されて逃げてしまうんですが、低粒密集構造ならスイングのエネルギーロスを減らし、ダイレクトにスポンジへとエネルギーを受け渡せるんです。粒の倒れ込みによる熱損失を防ぐことで、プレイヤーの振ったスイングエネルギーがそのままボールの初速や回転になるんですね。まさにその通りです。2020年代半ばの最新運動力学メカニズムと言えますね。ここまではラバーの表面や粒の話でしたけど、土台になっているスポンジについても教えてください。スポンジの進化こそハイテンションラバーの歴史そのものと言っても過言ではありません。スポンジは気体を内包する発泡ゴムでできていて、いわば強力なバネの役割を果たしています。発泡ゴムということは、中に小さな泡、気泡がたくさん入っているんですね。そうです。2008年にバタフライが世に送り出したスプリングスポンジは、この内部構造に大きな革新をもたらしました。それまでのスポンジよりも、あえて大きな独立気泡を内包させる技術を開発したんです。あえて気泡を大きくしたんですか？小さく均一にする方が良さそうな気もしますけど、そこが逆転の発想なんです。ボールが食い込んだ時、大きな独立気泡の中の空気がキュッと圧縮されて、強力な空気バネとして機能します。
これによって硬いスポンジでは出せなかったボールを一度掴む感覚、玉持ちと高い跳ね返りを高い次元で両立させることに成功したんですよ。へえ、スポンジの中の空気が圧縮されて跳ね返す力を使っているんだ。まさにスプリングの名にふさわしい構造ですね。スプリングスポンジってその後さらに進化しているんですよね。はい。2019年に登場したのがスプリングスポンジ X です。バタフライの公式技術発表や理系タクトカツオ000氏の分析ブログなどでも詳細な数値が解説されていますが、この進化はまさにミクロレベルの精密工学です。どんな風に進化しているんですか？具体的データとかはあるんですか？スプリングスポンジ X では気泡の独立性を維持したまま気泡の数を大幅に増やし、気泡系の微細化と均一化に成功しました。物理的な比較データで見ると、従来のスプリングスポンジに比べて変形しやすさが約 14% 向上、そして反発弾性が約 3% 向上しています。14% も変形しやすくなって反発も 3% 上がっているんですね。それだけではありません。同じ高度と厚みで比較した場合、約 3% の軽量化も達成しているんです。変形しやすくて弾んで、しかも軽い。プレイヤーにとっては良いことつくめじゃないですか？そうなんです。ボールがより深く食い込むことで打球感が良くなり、軽量化によってスイングスピードも上がるため、重いプラスチックボール時代に求められる威力を引き出す重要な要素となっています。ハイテンションラバーを使っている選手がよくミスが減るとか打球の許容度が高いって言いますけど、それも物理的に説明できますか？もちろんです。その許容度のことを用具の物理学ではトレランスと呼びます。トレランス、かっこいい響きですね。どうしてハイテンションラバーはトレランスが高いんですか？ハイテンションラバーはボールが当たった瞬間にラバー全体が素早く沈み込んでボールとの接触面積を広げます。そして復元する過程で一気に押し出すダイナミクスを持っています。ボールをしっかり包み込んでくれる感じですね。そう。そのため、プレイヤーのスイング角度や打球点がわずかにずれたりぶれたりしても、ラバーがボールを包み込んで衝撃を吸収・補正し、狙った軌道へ修正して返球してくれるんです。人間のちょっとしたミスをラバーの物理特性がカバーして補正してくれるんだ。その通りです。手に伝わる心地よい食い込み感と圧倒的な初速回転量が融合することで、プレイヤーは安心して振り切ることができる。これがハイテンションラバーが世界中で支持される大きな理由なんですね。ラバーを作るメーカーのエンジニアさんたちって自由にラバーを作っているんですか？何かルール上の決まりとか制限はあるんでしょうか？実は非常に厳格なルールが存在します。国際卓球連盟 ITTF のルールブック ITTF ロー 2.4.3 や技術ガイドライン T4 においてラバーの厚みには明確な限界が定められているんです。厚さの限界ですか？何ミリまでって決まっているんですか？ブレード、ラケットの木材に貼るラバー全体の厚さ、つまりトップシートプラススポンジプラス接着剤の層をすべて合わせて最大 4.0 ミリ以内と定められています。さらにサンドイッチラバーのトップシート単体の厚さは 2.0 ミリ以内でなければなりません。たったの4ミリ。接着剤の厚みなで含めて4ミリの中に収めなきゃいけないなんてすごく厳しい制約ですね。まさにこの 4.0 ミリの壁こそがラバー開発における絶対的な物理的上限なんです。スポンジを厚くして弾みを上げたいけれど、厚くしすぎると 4.0 ミリを超えて試合で使えなくなってしまう。開発陣はこのコンマ何ミリという限界の中でトレードオフとの戦いを続けているんです。その 4.0 ミリの壁がある中で、最近の最新ラバーはどんな工夫で性能を上げているんですか？そこで生まれた画期的な構造転換がトップシートの極薄化とスポンジの極厚化、2.5 ミリ、2.7 ミリの組み合わせです。シートを薄くして、その分スポンジを限界まで分厚くする。そうなんです。従来のラバーはシートの耐久性やグリップ力を保つためにシートに一定の厚みがあり、スポンジは 1.9 ミリや 2.1 ミリ特厚が上限とされていました。しかし、プラスチックボールに代わってボールが重くなり、回転や弾みが落ちたため、より分厚いスポンジが必要になったんです。そこでシートをギリギリまで削ぎ落としたんですね。はい。ゴム比重の大きいトップシートの体積を減らして軽量化しつつ、全体の厚みを 3.95 ミリから 4.00 ミリという極限の縁まで持ってきて、スポンジ厚を 2.5 ミリや 2.7 ミリまで増厚したんです。2025年登場のザイヤ03などがこの設計を採用しています。スポンジが 2.7 ミリもあると打ち心地はどう変わるんですか？強烈なインパクトで打った時に、ボールがラケットの基板まで到達して失速する底付き現象が完全に回避されます。
深く食い込んだ極厚スポンジがより大きな復元ストロークを生み出し、台から離れた中高人からでも失速しない圧倒的な飛距離と回転を発揮できるんですよ。ここまでの話を聞いて、ハイテンションラバーが時代とともにどんどん進歩してきたことがよくわかりました。改めてその歴史を世代ごとに振り返ってもらえますか？いいですね。ハイテンションラバー約30年の歴史は大きく5つの世代に分けることができます。5つの世代。まずは第1世代から教えてください。第1世代は1997年に登場したブライスに代表されます。世界で初めてグルーに頼らず高弾性を実現し、当時の卓球界に驚異的な初速のインパクトを与えました。伝説のラバー、ブライスですね。そこから第2世代へはどうつながるんですか？第2世代は2008年、スピードグルーが全面禁止されたタイミングで登場したテナジー05です。ハイテンション技術とスプリングスポンジが融合し、強烈な回転性能と高い弧線を描く安定感で、世界中のトップ選手の標準用具となりました。テナジー05の登場は、卓球の歴史の大きな転換点でしたもんね。では、第3世代は？第3世代は2019年のディグニクス05です。プラスチックボールへの完全最適化を目指し、スプリングスポンジ X とスレに強い高耐久シートを採用。テナジー05と比較して回転量が約 5.4% 向上し、前方向へのスイングで圧巻の威力を発揮するようになりました。ディグニックス05の後の第4世代と第5世代はどんな進化を遂げたんですか？第4世代は2020年以降に本格化した粘着ハイテンションの時代です。ディグニックス 09C やミドル層向けに登場したグレイザー 09C が代表的ですね。表面の粘着性による台上技術の止めやすさとハイテンションの飛距離を高次元で融合させました。粘着ラバーのコントロール性とテンションラバーの飛びが合体したんですね。探していた選手も多そうです。そして最新の第5世代は？第5世代は2025年に登場したザイヤ03に象徴される低粒密集リコシート ×2.7mm 極厚スポンジの時代です。ここでさっき出てきた最新技術が合体するわけですね。沢球スポーツや卓球家840の製品レビューでも詳しく分析されていますが、ザイヤ03はスポンジ高度44度という高質なスプリングスポンジ X に 2.7mm の極厚設計、さらに表面耐久性が従来のハイテンションより 40% 向上したリコシートを搭載しています。4.0 ミリルールの極限でこれまでにない回転と初速を叩き出す、まさにハイテンション技術の告知といえる存在です。ここからはレポートの副題にもあったメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実について切り込んでいきたいと思います。源氏さん、最初の真実は何ですか？はい、一つ目の真実はファクトリーチューンと後加工禁止ルールの構造的パラドックスについてです。構造的パラドックス、難しそうな言葉ですが、どういうことでしょうか？現行の ITTF ルールでは、選手が出荷後のラバーに有機溶剤や補助剤、ブースターや未承認のオイルなどを塗る後加工は固く禁止されています。しかし、メーカーが工場での製造段階でテンション加工を施すファクトリーチューンは、製品の基本仕様として合法なんです。工場でやるのは OK だけど、自分で後から塗るのはダメってことですね。そうです。ですが問題は、その境界線の曖昧さです。用具専門家や海外の技術討論でも長年指摘されていますが、トッププロの現場では、ルール検査機器 ENS などに引っかからない非揮活性ブースターの残存や使用をめぐるグレーゾーンの問題が絶えません。ルールギリギリの処理がされているラバーが存在するかもしれないってことですか？実質的に出荷時点で極限までテンション加工されたラバーを提供されるトップ選手と一般愛好家との間で目に見えない用具の性能格差が存在しているという業界内のリアルな構造があるんです。2つ目の真実は何でしょうか？2つ目は、初心者は弾まない高弾性ラバーから始めるべきだというベテランプレイヤーや指導者の教えに潜む落とし穴です。最初は弾まないラバーで基本を身につけなさいってよく言われますよね。それが落とし穴なんですか？昔のセルロイドボール時代なら正解だった部分もあるのですが、重くて回転がかかりにくい現代のプラスチックボールにおいて、全く弾まないラバーを使うと、ボールがネットを越えない、相手コートまで届かないという問題が起きます。その結果、無理に手首をこねたり、力任せに振る変な手打ちフォームが癖になってしまうリスクがあるんです。道具が飛ばないから変な力が入っちゃうんだ。そうです。かといって、いきなり最高峰のディグニックスやザイヤ03を使わせると、ラバーが勝手にボールを飛ばしてくれるので、
自分の体を使ってしっかり打つ感覚が育たず、中級者レベルで伸び悩んでしまう。じゃあどうするのが正解なんですか？現代の卓球において最も理想的なステップアップは、扱いやすいミドルクラスのテンションガバー、例えばロゼナやグレイザーシリーズのようなラバーから始めて、順を追って上級ラバーへ進むことなんです。伝統的な教えをそのまま鵜呑みにするのは注意が必要ですね。3つ目の真実はお金や寿命に関するリアリティですね。まさにそこです。3つ目は高性能化に伴う極小の寿命とランニングコストの現実です。メーカーのカタログを見ると耐久性アップってよく書いてありますけど、実際はどうなんですか？シート表面の摩耗耐久性は確かに上がっています。しかしハイテンションラバーの本質である爆発的な弾みとスピン、最大出力の寿命は実は驚くほど短いんです。短い理由は何なんですか？製造時に分子差にかけられたプレストレス、内部張力はパッケージを開封してラケットに貼った瞬間から時間の経過と打球の小力によって徐々に溶けていきます。これを物理学で応力緩和と呼びます。使っていなくても張力が少しずつ抜けちゃうんだ。そうなんです。毎日練習するような競技者の場合、見た目のシートが破れていなくても、わずか 1,2 ヶ月で内部テンション抜けが起き、弾みの低下を感じます。両面に1枚1万円を超えるハイエンドラバーを貼り、1、2ヶ月ごとに交換した場合、年間で用具代だけで10万円を超えてしまいます。年間10万円以上。消耗品として考えると、愛好家の皆さんにとってはかなりの経済的負担ですね。この寿命の短さと高価格化は知っておくべき切実な真実ですね。ラバーが劣化していくメカニズムについてもう少し科学的に知りたいです。そして少しでも長持ちさせるための正しいメンテナンス方法ってあるんでしょうか？もちろんです。まず劣化のメカニズムですが、主に高分子差の物理的切断、酸化、紫外線分解、気泡壁の疲労破壊の3つが原因です。打ち込んでいくうちに分子の桜が切れちゃったり、空気や光で酸化したり、スポンジの泡がへたったりするんですね。その通りです。これらを完全に止めることはできませんが、適切なメンテナンス工学で遅らせることは可能です。ぜひその正しいケア手順を教えてください。まず練習が終わったら、有機溶剤を含まない専用のクリーナーを使い、表面についたホコリや汗、皮脂汚れを優しく拭き取ります。ゴシゴシこすっちゃダメなんですね。厳禁です。そして清掃後が空気中の酸素やオゾンと触れないように、空気が入らないよう密着させて吸着性の保護シートを貼り付けます。保管するときは、高分子の運動を活発にしてテンション抜けを早めてしまう高温多湿や直射日光を避け、冷暗所で保管するのが工学的に最も正しい維持方法です。ここまでハイテンションラバーのすべてを解説していただきましたが、本当に深かったですね。最後に全体の総括をお願いします。はい。現代の卓球におけるハイテンションラバーは、もはや単なるよくはめるゴムという域を完全に出しています。ITTF が定める厚さ 4.0 ミリ以内という極めて狭い絶対的な空間制限の中で、ミクロン単位の微細構造やポリマーの分子構造を最適化し続ける精密デバイスへと進化を遂げました。たった4ミリの中で世界の技術者さんたちがナノレベル、ミクロンレベルの攻防を繰り広げているんですね。まさにそうです。従来のシート依存型から極薄シートと 2.7 ミリ極厚スポンジへの構造転換、そして粘着テンションやリコシートの登場。これらはプレイヤーのピッチの速い前陣カウンターや台上での繊細なコントロールを可能にし、現代卓球の戦術そのものを劇的に進化させました。道具の進化が卓球というスポーツそのもののプレイスタイルを変えてきたんですね。それではケンジさん、最後のまとめとこれからの展望についてお話しいただけますか？はい。今回の包括的な分析から言える結論として、現代のプレイヤーにとって最も重要なのは、カタログの謳い文句やベテランの経験則だけに惑わされず、用具の物理的特性と自分の技術レベル、そして経済的なライフサイクルを正しく理解してラバーを選ぶことです。自分のレベルや練習頻度、お財布事情に合った最高のパートナー、ラバーを選ぶことが大切なんですね。その通りです。今後は 4.0 ミリという制限の中で、さらにエネルギー変換効率を高める技術開発が進むとともに、トップ層向けだけでなく、幅広い層のプレイヤーのニーズに応じた製品の細分化が一層加速していくでしょう。卓球用具の進化からこれからも目が離せませんね。本当にそうですね。ハイテンションラバーの奥深い世界を知ることができて、次にラバーを選ぶのがすごく楽しみになりました。それでは今回の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。